今日はカリッとふわふわな揚げ出し豆腐を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はカリッとふわふわな揚げ出し豆腐を作りたいと思います。今の時期に食べたくなる揚げ出し豆腐を今回は作っていきたいと思います。揚げ出し豆腐に使うお豆腐は今回作りやすい木綿豆腐で作っていきたいと思います。作り方はすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。木綿豆腐、お醤油、みりん、顆粒の和風だし、薄力粉、片栗粉、お水、塩、そして揚げる時に揚げ油も使用していきます。今回はこちらの材料で作っていきます。お豆腐に関してなんですけれども、今回木綿豆腐を使っていきます。こちら絹豆腐でもね、柔らかくて美味しく仕上がるんですけれども、どうしてもね、絹豆腐だと柔らかくて崩れやすいので、今回は扱いやすい木綿豆腐を使っていきます。その代わりですね、衣をサクッとふわふわな仕上がりにしていきたいと思いますので、衣には薄力粉、そして片栗粉を1対1の割合で使っていきます。そしてトッピングの材料はこちらです。ししとう、小ネギ、大根おろし、おろし生姜、こちらの4つでトッピングをしていきたいと思います。こちらはお好みなので参考にしていただけたらと思います。揚げ出し豆腐はね、よくね、ししとうの素揚げとかも一緒についてくるので、今回はね、ししとうの素揚げのやり方もご紹介していきます。あとね、ネギもね、飾りネギのやり方もご紹介していきます。で、大根とね、生姜はもうおろすだけなので、おろしたものを用意しました。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにお豆腐を切っていきます。今回お豆腐はね、6等分ぐらいにしようかなと思います。あんまりね、大きすぎても揚げた時に崩れやすくなったりとか、あとは小さすぎても今度はね、水分が抜けてしまってちょっと硬い仕上がりになっちゃうので、1丁で言うと大体6等分ぐらいにしていただくとちょうどいいかなと思います。ではまず半分に切って、これを3等分にします。こんな感じです。で、今からね、お豆腐の水切りを軽くしていきます。重しを置いたりとかすると水分が抜けてしまって、これもね、硬い仕上がりになっちゃうので、程よくこのお豆腐の水分を抜いて、かつね、下味も一緒につけていきたいと思います。ではね、その方法をご紹介します。まずバットを用意してください。で、そこにキッチンペーパー2枚ぐらいを敷きます。で、ここに先ほど切ったお豆腐を置きましょう。この時もね、崩さないように優しく持っておいてください。このように置きました。ここからがポイントです。ここにね、塩をね、さっと振りかけます。こうすることでお豆腐からね、程よく水分が出て、かつですね、お豆腐にも下味がつきます。で、これを裏返して、全面じゃなくて両面だけで大丈夫です。はい、裏表に塩をまぶします。で、これね、普通に水切りするよりもね、お水が出やすいので時間も短縮することができます。あとはですね、この上にキッチンペーパーをまた2枚ほど上からかぶせます。優しく押さえていただいて、で、このまま15分置きます。続いてトッピングのネギを切っていきます。今回見栄えも良くなるネギの切り方をご紹介していきます。使うのはね、こちらの葉の部分です。このように二股に分かれてると思うんですが、ここの分かれてる部分のちょい上ぐらいを切り落とします。今回使うのはね、こちらです。まずですね、この中見ていただくと、こんな感じで空洞になってます。この空洞の部分に包丁の刃先を入れます。スーッと切れ込みを入れていきます。もう優しくね、包丁を滑らせるだけで OK です。スッと。そうするとね、こんな感じ。このようになります。そしたらこのね、切り口を自分と反対側に向けて斜め切りにしていきましょう。このように切ります。で、そうするとね、このように V 字型のネギになります。お水を用意していただいて、ここにネギを入れます。で、そしたらですね、このネギの内側のね、ぬめりを取るイメージで、ちょっとね、こうやって揉みます。はい。だいたい30秒ぐらいかな。優しく揉みます。あんまり強くやりすぎちゃうとダメなので、優しく揉んでください。今こんな感じです。で、このままですね、一旦15分ほど水につけておきます。ネギの水気を取りました。そうするとね、こんな感じでくるんとネギがまん丸になったりとか、あとはこんな感じでね、ちょっと鋭い感じのネギに仕上がります。お時間のある時はぜひこのネギの切り方もやってみてください。続いてししとうです。で、ししとうはね、まずこのヘタの部分をパキッと
折ります。で取り外しましょう。こうやってねピュッとね折るようにしていただくと簡単に取ることができます。ここからはポイントです。ししとうはねこのまま素揚げすると爆発するので、それを防ぐために縦にね切れ込みを入れます。3センチぐらいかな、入れてください。こんな感じ。これやってもねたまにパチンって弾く時があるので、ししとうのね素揚げする時はやけどにだけはね十分に気をつけてあげるようにしてください。ししとうの下処理はこれで OK です。続いて揚げ出し豆腐にかけるつゆを作っていきます。まず小鍋にお水、醤油、みりん、顆粒の和風だし、これを一度火にかけます。和風だしがきちんと溶けるように少し混ぜて、このまま一度ひと煮立ちさせましょう。火加減は中火です。沸騰しました。沸騰したら火を止めます。こちらはこのまま粗熱を取っておきましょう。では続いて衣の準備をしていきます。ボウルに片栗粉、薄力粉を入れます。そしてこれをよく混ぜましょう。でこちらをですねこういったバットのようなものに出しておきます。衣の準備はこれで OK です。15分経ちました。それではキッチンペーパーを取ります。いい感じにね水切りされてます。それではね衣をつけていきます。で衣をつける前に一度ねキッチンペーパーで水分を拭き取ってから衣をつけるようにしてください。でこんな感じで先ほど混ぜた衣をつけていきます。あんまりつけすぎると油っぽくなっちゃうので薄くまぶすぐらいにしてください。でちょっとはたいておきます。衣をまぶすのは揚げる直前に行ってください。はい、このように薄めにまぶしましょう。それでは今から油で揚げていきます。まずフライパンの底から1センチから2センチぐらいの油を入れましょう。そして火にかけます。今回はですね170度ぐらいの温度で揚げていくので、それまで油を温めます。それでは適温になったので油で揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時に菜箸の先からプクプクプクと泡が出るぐらいですね。そのぐらいになったら OK です。それではやけどしないようにねお豆腐を入れていきます。これでですね時折ひっくり返しながらだいたい 3,4 分を目安に揚げていきましょう。ひっくり返すタイミングはだいたい30秒から40秒ぐらいごとにひっくり返していただくといいかなと思います。はい、今ね30秒経ったのでくるっと回転させます。またこのまま30秒ほど揚げていきます。はい、でまた裏返します。油の温度はね170度ぐらいをキープしながら揚げていってください。結構ねお豆腐入れた後ね温度が下がっちゃったりするのでね中火ぐらいでね揚げていただくといいかなと思います。でだんだんね衣がカリッとしてきます。でこの時もね結構油が弾いたりする時もあるのでやけどしないようにだけ十分注意してください。はい、今ね4分揚げました。こんな感じでいい感じにね揚げ色がつくぐらいを目安に揚げてみてください。そしたら取り出します。このように美味しそうに揚がりました。それではねだいたい3分ほど油を切りたいと思います。続いてこのままししとうをね素揚げしていっちゃいます。先ほどね切れ込みを入れたししとうをやけどしないようにね揚げていきましょう。でさっきもね言ったんですけどたまにねパチッとこうやってね切れ込みを入れてもね弾く時があるのでやけどしないように注意してください。これもねさっとね1分ぐらい素揚げすればいいかな。はい、 OK です。取り出します。ししとうの素揚げはこんな感じです。それではねお皿に盛り付けていきたいと思います。まずね揚げ出しです。こんな感じ。あとはここにししとうを添えて、そして大根おろしです。であとはねおろし生姜、そしてここにつゆをかけます。最後くるんくるんのネギをのせます。はい、これで完成です。はい、これでカリカリふんわりな揚げ出し豆腐の完成です。こんな感じに仕上がりました。お豆腐がねすごくね
プルプルに仕上がってます。衣もねいい感じにカラッと揚がってますね。はい、これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。美味しそうです。じゃあすいません、お皿ごと失礼いたします。それではいただきます。衣がサクッとして中がふわっとしてるのですっごく美味しいです。美味しい。やっぱり今の時期はねすごく食べたくなりますよね。お豆腐の硬さも硬すぎずとても美味しく仕上がってます。美味しい。そしてししとうもいただきます。もうししとうは間違いなく美味しいですね。美味しい。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の揚げ出し豆腐のポイントです。まず揚げ出し豆腐を作る時のお豆腐の種類なんですけれども、今回私は木綿豆腐を使用してます。で、こちらはお好みで絹豆腐を使っていただいても OK です。なんですが、絹豆腐はね、とても柔らかいので、形が崩れないように気をつけてください。なので無難にね、木綿豆腐でやっていただくのがいいかなと思います。今回はお豆腐1丁を6等分にしました。大きさはね、食べやすい大きさで OK なんですけれども、だいたい6等分ぐらいがね、ちょうどいいかなと思います。あんまりちっちゃすぎると揚げた時に水分が抜けてちょっと固めの揚げ出し豆腐になってしまいます。そして切り終わったお豆腐なんですけれども、キッチンペーパーの上に置いていただいて、その後両面に軽く塩をまぶしてください。そうすることで程よく水分が抜けて美味しい揚げ出し豆腐に仕上がります。ここで注意していただきたいのが、お豆腐の上に重しを置いてしまうと水分が抜けすぎてしまって仕上がりがちょっと固めになってしまいます。なので今回みたいに外側がカリッと中がふわっと仕上げるためには軽く水抜きをしていただくだけで OK です。塩をまぶすとですね、早く水が抜けるだけではなくて下味も一緒につけることができるので、ぜひこの方法でやってみてください。そして衣のポイントです。衣はですね、片栗粉だけだったりとか、あとは薄力粉だけだったりとかね、いろんなレシピがあると思うんですが、今回私は粉をブレンドしました。そうすることで外側がサクッと仕上がるんですが、内側の部分がねちょっと柔らかい仕上がりになるので、とてもジューシーな揚げ出し豆腐に仕上がります。そして衣をつけるタイミングなんですけれども、油で揚げる直前に衣をまぶすようにしてください。あとはですね、170度の温度でだいたい3分から4分ほどカリッとするまで揚げてください。そして今回ししとうも一緒に素揚げしました。このししとうなんですが、油で揚げるとね非常に爆発しやすかったりとか、種がね飛んできたりすることがあるので、揚げる前に必ず切れ込みを入れて、この切れ込みを入れてもたまにパチパチ弾く時があるので、ししとうを揚げる時はですね、十分にやけどに注意しながら揚げるようにしてください。そしてネギの切り方も今回ご紹介したんですけれども、こちらの切り方もお時間のある時にぜひやってみてください。はい、ということで今回はですね、今の時期に食べたくなる揚げ出し豆腐を作りました。外はサクサクで中はふわっとした仕上がりになります。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はカリッとふわふわな揚げ出し豆腐を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。